こんにちは、ゆこゆこです。今日は以前の動画でも少しお話ししましたが、ついにガスコンロの買い替えのリサーチをパソコンなどでしようと思っていたのですが、でもなぜか冷蔵庫を片付け始めてしまい、これってテスト勉強しなきゃいけないのに、急に机の引き出しが気になって整理し始めちゃうやつじゃないと、コンロや IH クッキングヒーターについてとことん調べるぞと思ったのに、キッチンのモヤモヤゾーンも気になってそれどころじゃなくなって、結局その場所すっきりしないと落ち着かないというわけで、今日はまずキッチンの気になるところを片付けて、すっきりした気持ちで調べ物に臨みたいと思います。よかったら一緒にキッチンを整えて気持ちまですっきりさせていきませんか？それではスタートです。一つ目は、気づけばカップやグラスがぎっしり。我が家の食器の約3分の1がカップやグラスなのではと思うほど多いのです。なぜこんなに増えてしまったのか考えてみると、可愛いから揃えたくなる、来客用に取っておいている、いただき物だから、そんな理由でどんどん増えていきました。しかも重ねて収納ができない場合もあり、また必ずペアで増えるのも収納スペースを圧迫する原因かもしれません。でもこんなにたくさんあるのに、普段使っているのはユニクロ感謝祭のステンレスマグだったりします。全然使い切れてないことにモヤモヤが。そこで特別用としてしまい込むのではなく、普段の食事のスープにも使ったり、どんどん普段使いしてローテーションさせる方法を試してみることにしました。使わないことが一番もったいないので、せっかくお気に入りのものがあるなら、普段の生活にどんどん取り入れていこうと思います。今回手放せたのは、骨董品のそばチョコとこちらのカップとソーサーです。これは後でメルカリに出店する予定です。最近服の捨て活をしたんですが、手放すことに慣れてきたと思っていたので、一気に減らせるかと期待していたのですが、結果はこれだけという感じです。本当はもっと手放したい気持ちはあるものの、焦らずどんどん使いながら今後の課題にしていきたいと思っています。2つ目は、100均の便利グッズがたくさんあるけれど使い切れてないということです。これ便利そうと思ったら好奇心で試してみたくなり、100均だからダメでもいいかと気軽に買ってしまうのです。一時的にめちゃくちゃ便利と感動するけれど、次にもっと良さそうなものを見つけるとまた買ってしまってました。この繰り返して気づけばどんどん増え、いつか使うかもと手放せずにキープして、結果キッチンが狭く感じたり、管理の手間が増えストレスに。そこで100均の便利グッズを選ぶ基準も決めてみました。具体的には、毎週出番があり頻繁に使うものだけを選ぶということです。野菜などを漬け込むグッズが多かったので、アイラップ万能説を信じて、とにかく家にあるもので代用できるものは新しく買わないことにしました。今回こちらのものたちを手放します。今までなら試したいという好奇心には勝てなかったのですが、新しいものを常に追い求めることを手放し、むしろ減らしていくことで、キッチンも気持ちも
すっきりさせていきたいと思っています。3つ目は、保存容器も気づけば増殖が止まりません。家族は減ったのに容器だけが満員御礼なんです。楽をしたくて多めに作り、翌日のおかず用にと作り置き救世主として重宝していますが、新しく買うと古いものと蓋が合わないとか、傷がつきやすいとか、手間も増加中で、だんだん収納スペースも狭く感じてきました。そこで思い切っていわきの耐熱ガラス保存容器に買い替えました。こちら SNS とかで皆さん使われていて憧れていたんですよね。青の蓋のものは一つ持っていたので人気の理由にも納得していて、ですがなかなか思い切れず、でも今回ウェブ限定で透明のクリアカラーの蓋のものが発売されていて、ついに購入を決めました。作り置きの保存だけでなく、オープン皿や食器としても使えるのでとても便利です。蓋だけでも販売されているので長く使えそうなのも嬉しいポイントです。今回の購入で古いものは手放しました。今後は保存容器としてしか使えないものを手放し、多機能で使えるものにシフトしていきたいと思っています。もやもやの4つ目は、今は夫婦2人で暮らしているのに食器はまだ4人分の量ということです。特に子どもたちが年に数回帰ってくる時のために使わない食器がずっと棚の中に。帰省の時に足りないと困ると思っていましたが、よく考えたら普段使わない食器が場所を取っているのはもったいないですよね。使わない食器は別の場所にしまい、帰省の時だけ出すようにすると、普段よく使う食器が取り出しやすくなり、キッチン収納も広く感じるようになりました。5つ目は、壊れているものをだましだまし使い続けているということです。私は物事に取り掛かるのが遅い上に優柔不断なんです。そのため壊れたガスコンロを何年も使い続けていました。そもそも IH に変えるかガスのままにするか迷って、また情報が多すぎて何を基準に選べばいいのかわからないといった理由で決断を先延ばしにしていたんです。キッチンのモヤモヤが少しずつ晴れていって、ついに電気屋さんに行って IH コンロのメリットとデメリットについて話を聞いてきました。我が家はプロパンガスなので IH の方がランニングコストもお得で、あと私が昔からおっちょこちょいで冷蔵庫を開けたのに何を取るか忘れたり、2階に上がったのにあれ何しに来たんだっけと、こんなことが日常茶飯事なので、火を消し忘れるより最初から火の出ない IH が安心ということで、今は2つのメーカーに絞って調べています。それから次は工事の方に来てもらい、見積もりを出してもらうところです。
今回の動画は以上です。ミニマリストになりたいのに、キッチンのスッキリを妨げるモヤモヤ5つを手放すというテーマについてお話ししました。すっきり心地よく暮らすための工夫を考える時間。例えば、お気に入りの器や便利グッズを厳選していく時間もその一つ。先延ばし癖のような苦手なことがあっても、自分に合ったスタイルで物と向き合い、少しずつ暮らしを見直していく時間は、ただの作業ではなく、将来の自分へのプレゼントと考えています。未来の自分が時間セレブに、その時したいことをできるように、これからも物を減らし、暮らしを整える時間を楽しんでいこうと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。もし少しでも共感できたよというところがありましたら、チャンネル登録やグッドボタン、コメントをいただけましたら励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆様素敵な一日をお過ごしください。